もし何週間も暗闇から出られない生活を強いられるとしたら、2018年6月23日、タイ北部チェンライ近郊のタムルアン森林公園。幽霊出るかな。談笑を交わしながら洞窟の奥へ進んでいくのは、地元のサッカークラブに所属する12人の少年たち。森林公園の中にあるタムルアン洞窟には、強い恨みを持って亡くなった女性に関する言い伝えがあり、近隣では有名な肝試しスポットとなっていました。この日、少年たちはコーチに引き連れられ、そんなタムルアン洞窟を訪れたんです。仲間との冒険の時間を楽しみながらも、洞窟の不気味な雰囲気に緊張感を募らせていた少年たち。しかし、実はこの洞窟では、幽霊よりももっと恐ろしい事態が少年たちを待ち受けていました。この時期、タイは雨季に突入しており、少年たちが洞窟の奥へ進むうち、外は大雨に。そしてある地点で少年たちは気がつきました。やばい。そう、いつの間にか洞窟は水没し、出口がなくなってしまっていたんです。水没した洞窟の奥深くに閉じ込められてしまった12人の少年。絶体絶命の状況に陥った彼らは、果たして生きて出られるのか。極限状態に置かれた彼らの生き延びるための秘策とは。おざす。最近バルコニーでできるバーベキューセットみたいなのを買って、今度ヤミコとやります。ケンちゃんです。ハマったら抜け出せない。歩く迷宮ラビリンス、ヤミヤミコです。今回ご紹介するのは、絶望的な状況に立たされた人々を紹介する企画、あなたならどうする編です。第1回目はですね、絶望的な状況に立たされた子供たちのお話を2つご紹介します。子供たちだけの時に、絶望がどれぐらい絶望なのかわかんないけどさ、不安よね。大人もいないんだ。そんなね、絶望的状況で子供たちは一体どんな行動をとるのか。最初の話は南米のアマゾンで起きた飛行機事故について。食料もない状態でジャングルに放り出された時、あなたならどうしますか。母の言葉。2023年5月1日、最初の舞台は南米コロンビア。早朝、アマゾンの上空を飛んでいたのは1機の小型飛行機。その機内にはまだ幼い4人の兄弟とその母親の姿がありました。これで恐ろしいゲリラからも逃れられるわ。早くパパに会いたいね。そうやって4兄弟に話しかけた母親。そう、彼女たちは長年コロンビアで起こっていたテロの被害者。山奥の豊富な資源を必要とするコロンビア革命軍によって迫害を受けた先住民ウイトト族の家族でした。4兄弟の父親は戦火から逃れるため家族に先んじて都市部へ避難。そしてこの日、母親と兄弟たちもコロンビア民間航空局の力を借り、都市部で待つ父親の元へ急いでいたんです。しかし、メデー離陸してしばらく経った頃、無線に向かい必死に緊急事態を訴え始めた機長。あろうことかこの飛行機はエンジンが完全に停止していたんです。近くの川に緊急着陸します。管制塔にそう告げると、機長は飛行機の軌道を変えました。ところが結局飛行機は川へたどり着くこともなく、アマゾンの山奥に墜落してしまったんです。絶望的状況とか言ってる前にさ、生きてるのこんなことになっちゃって。それがですね、ここでね、一つ目の奇跡が起こるんです。ちょっと噛んじゃった。はい。ジャングルへ墜落し、ひしゃげた機内で目を覚ましたのは13歳の長女レスリー。彼女は体に少しの痛みを覚えながらも座席から立ち上がり、機体の外へと這い出します。うっそうと生い茂る木々がクッションとなり、後部座席にいたレスリーは奇跡的に助かっていたんです。さらに奇跡はこれだけではありません。お姉ちゃん。続いて機体から姿を現したのは9歳のソレイニー。彼だけではなく1歳と4歳の弟も含め4兄弟は全員がほぼ無傷でした。しかし、ママ、そんな。長女レスリーの目が捉えたのは機体の前方に座っていたために大怪我を負ってしまった母親の姿。ごめんね、ママはもう動けないわ。そんな、ママ、しっかりしてよ。力なく話す母親を前に泣き出してしまう4兄弟たち。彼らのその姿に母親は一層その表情を曇らせます。しかし次の瞬間、彼女は4兄弟に向かい毅然としてこう言ったんです。行きなさい。ここにずっといても誰も見つけてくれないわ。あなたたちだけでも生き残ってパパを支えてあげるのよ。そうやって4兄弟の背中を押した母親。彼らの荷物は飛行機に積まれていたわずかな食料と飲み物、衣類、懐中電灯だけ。絶望的状況に立たされた4兄弟はここからどのように行動をとるのでしょうか。こうしてね、子供たちはジャングルに放り出されてしまったわけなんですけれども、食べ物のね、問題もありますし、猛獣にも襲われたらひとたまりもないですよね。こういう状況でね、皆さんとかね、ヤミゴさんはどうしますかって話なんだよ。あなたならどうするね。いや、はい、私だったら、その場から動かない。墜落した後ってすごい目立ちそうじゃない？空とかヘリコプターとかいたらさ、手に動いたら逆に分かんなくなっちゃうんじゃないかなって思う。やっぱり飛行機の部品で車作って移動した方が早いんじゃないかな。キャプテンキットじゃない？それ誰だよ。ドクターストーンか。そっちを期待してた。
つまんないツッコミね。その場にね、残り続けるってのも一理あるんですけれども、4兄弟のね、導いた答えはね、全く違ったものだったんです。少女の起点。母親に別れを告げ、ジャングルをさまよい始めた4兄弟たち。川沿いを行きましょう。喉が渇いたらここの水を飲めばいいわ。13歳の長女レスリーはそうやって兄弟たちを牽引します。川を見つけた兄弟たちは空のボトルに水を汲み、なくなるたびに補充しながら歩みを進めていきました。こうして一番重要なライフラインである水分の確保に成功した兄弟たち。ただ、そうしているうちに日は沈み、辺りはすっかり暗くなってしまいます。子供たちにとっては非常に心細いジャングルの夜の訪れ。その時でした。あなたたち、ここで待っててね。一言そう告げると兄弟たちを残し生い茂る木々の中へ入っていく長女レスリー。数分後彼女は大量の枝を抱えて戻ってきました。さあテントを作るよ。レスリーはそう言うと集めた枝を持っていたヘアゴムでまとめ始めます。そこから兄弟たちは木の枝で骨組みを作り、機体から持ち出したタオルをかぶせて簡易的なテントを作成。おびただしい数の蚊やどこからともなく現れる毒蛇から身を守りつつ夜明けを待ったんです。普通すごくない？ 13 歳なのにやたらサバイバル能力が高くない？でもこの4兄弟のね、本領発揮はここからなんです。彼らはですね、わずかにしか食料を持っていなかったんですけど、この問題を一体どうやって解決していったんでしょうか。4兄弟たちが持っていた食料は機体から持ち出した1キロほどのファリーニャのみ。ファリーニャはキャッサバイモを乾燥させて粉にしたもので、アマゾン近隣に住む人たちにとっては慣れ親しんだ食材でした。当初はこのファリーニャを少しずつ食べて飢えをしのいでいた兄弟たち。しかしやがてこの食材も底をついてしまうんです。お姉ちゃん、お腹すいた。今にも泣き出しそうな表情でそう訴えたのはまだ4歳の次男ノリエル。ちょっと待ってて。長女レスリーは一言そう言うとまた木々の中へ分け入っていきます。彼女の目当てはジャングルの木々に実った木の実。雨季を迎えたジャングルには多くの木の実がなっており、レスリーはその中から食べられる種類を見分けることができたんです。さらにレスリーは木の実を食べ終わった後もその種を口の中に含み続けていました。そう、彼女は口の中の温度で長時間ふやかせば木の実の種まで食べられることを知っていたんです。このほかジャングルを歩くうち兄弟たちの靴がボロボロになってしまった時には、これで大丈夫。レスリーは弟たちの足に機体から持ち出した布をぐるぐると巻きつけます。こうして兄弟たちは靴を失ってもジャングルの険しい道のりで怪我をせずに進むことができたんです。これもう子供だからすごいとかいう話じゃなくなってきてない？なんでこんなサバイバル能力高いのよ。最初の方で彼らがね、先住民のウイトト族であるっていう話をしたの覚えてますか？はい。実はね、ウイトト族の子供たちにとってサバイバルっていうのはお手の物だったんです。というわけで本日のメトラーキーワード、ウイトト族について。コロンビア南部やペルー北部に住む先住民ウイトト族は高い農耕技術と狩猟採集の能力を有する民族。山奥で暮らす彼らの食料の調達方法は持続可能性が高く、環境保全につながる技術として多くの研究者から注目されているんです。ウイトト族の子供は10歳を迎えるまでに狩猟採集の技術を大人から教え込まれます。彼らは幼少期から自然に囲まれた山奥でのサバイバルゲームを主な遊びとし、類いまれなサバイバルスキルを身につけているんです。こうして兄弟たちがサバイバル生活を送る中、コロンビア軍が墜落現場へ到着。この時4兄弟の母親を含む大人3人の遺体が発見されることに。そして墜落現場から兄弟がいなくなっていたことや食べかけの木の実や足跡が周辺で見つかったことから、軍は彼らの生存を信じ必死の捜索を展開していました。しかし子供たちは一体どこへ行ってしまったんだ。捜索開始から1ヶ月以上が経っても一向に見つからない子供たち。彼らがいくらサバイバル技術に精通しているとしても、それだけの期間見つからないとなれば話はまた変わってきます。どこかで猛獣に襲われたのではないか、虫刺されによる感染症で倒れているのではないか、軍の誰もがそうやって不安を覚えるようになっていました。そんな矢先のこと、奇跡だ、奇跡が起こった。けたたましく鳴り響いたコロンビア軍の無線。そう、子供たちは墜落から40日後のこの日、全員無事で発見されたんです。彼らが一向に姿を見せなかったのは、助けにやってきたコロンビア軍をウイトト族を迫害していた革命軍と勘違いしたため、4兄弟は敵兵から身を守るためジャングルの中でずっと隠れていたというんです。最終的に4兄弟を発見したのは彼らと同じウイトト族の捜索隊でした。10日兄弟の中に赤ちゃんもいるのに、ほんと奇跡じゃない？すごすぎるわよ。危険を察知してね、軍から身を隠していたってのもほんとすごいっすよ。4兄弟が発見されたのは墜落現場から5キロほど離れた地点。捜索隊に発見された際はさすがの彼らも衰弱しきっていました。長女レスリーはその腕に1歳の弟を抱えた状態で捜索隊に向かって力なくこうつぶやいたといいます。お腹すいた。その後はすぐさま救助ヘリが駆けつけ、4兄弟は病院へ搬送されることに。兄弟たちは栄養失調に陥っていましたがすぐさま回復。こうして母親の言いつけ通り都市部へ逃れていた父親の元へたどり着くことができたんです。4兄弟が救出されたジャングルの環境は
は想像以上に過酷で、捜索中も2週間ほどで音を上げる捜索隊員が続出。その環境下で4人の子供たちが自分の力だけで生き残った事実に、先祖代々受け継がれてきた一族の文化の偉大さを痛感させられます。何はともあれ子供たち全員助かって本当に良かったし、小さい子たちでもね、頭を絞って頑張ればこれだけやれるんだって、なんかちょっと勇気もらえるような話だったのね。たまたまサバイバル術のある子供たちだったというのももちろんあるんですけれども、もう本当にね、困難な状況で諦めないっていうね、そのスタンスが本当に大事だなって思わされる話でしたよね。続いてはね、タイの洞窟のお話なんです。もし真っ暗な洞窟に閉じ込められてしまったら、あなたならどうしますか？洞窟の奥で2018年6月23日、続いての舞台はタイ北部チェンライ近郊のタムルアン森林公園。小高い山の中にあるタムルアン洞窟にはとある古い言い伝えが残されています。洞窟のあるその山はタイ語でクンナムナンノン、横たわった女の名で呼ばれていました。山のモチーフになったのはかつてこの辺りの王国を支配していた王女。王女は国の崩壊とともに妊娠していた子供もろとも処刑されることに。以来山から流れ出る川が王女の血に例えられるなど、近隣の人々にとってこの山は曰く付きの場所となっていたんです。そしてこの日、クンナムナンノンにあるタムルアン洞窟を訪れていたのは地元サッカーチームに所属する12人の少年と彼らのコーチ。ちょっと怖いけどきっと何も出ないよね。洞窟の醸し出す空気感に不気味さを感じながらも、これから始まる冒険に胸を高鳴らせていた少年たち。実はタムルアン洞窟は地元の子供たちの間である儀式の場となっていました。洞窟の一番奥まで行って壁に名前を書いて戻ってくれば一人前の大人になれる。12人の少年たちはそんな肝試しとも呼べる儀式のためこの洞窟にやってきていたんです。言い伝えのある洞窟の奥に行って戻ってくるってさ、ドラクエじゃない？一番奥に行ったら力を授かったり剣があったりするんでしょ？洞窟でも入ったことねえから分かんないです。青の洞窟ぐらいしかないですね。綺麗なとこね。あんた贅沢してるわね。いやいや、贅沢ではないし。こんなね、RPG の顔負けのね、暗い洞窟なんですけれども、やっとの思いでね、そこにたどり着いた少年たちは、この後、とんでもないトラブルに見舞われてしまうんです。奥まで行くのは結構大変だって聞いてたけど、この感じなら余裕だね。だな。でも幽霊が出るかもしれないからな。サッカーで鍛えたフィジカルで洞窟内の険しい道をものともしない少年たち。ただ彼らには一つ大きな誤算があったんです。少年たちが洞窟へやってきたのは6月も末のこと。実のところ7月になるとこの洞窟は立ち入り禁止になるため、彼らが訪れたその時期は洞窟に入ってもいいとされるギリギリのタイミングだったんです。なぜ7月以降タムルアン洞窟に入ってはいけないのか。その理由はこの後すぐに明らかになります。やばい、大変なことになったぞ。無事に洞窟の奥までたどり着いた少年たちは自分たちが来たその道を振り返ると同時に戦慄していました。そう、彼らが通ってきたその道はいつの間にか水没していたんです。少年たちが洞窟の中を進むうち、外では豪雨が降り始めていました。雨水は洞窟内へ流れ込み、少年たちの帰る道を完全に塞いでしまっていたんです。これこそが7月以降このタムルアン洞窟に入ってはいけない理由。タイは7月から雨季に突入し、それまで通れた洞窟内の道は全て水没してしまいます。そしてこの時は運悪く雨季が少年たちの予想よりも早く訪れてしまったんです。雨季が明けるのは11月。その事実はここから4ヶ月間洞窟が水没したままだということを意味していました。こうしてね、洞窟から出られなくなった子供たちなんですけれども、皆さん、そしてね、ヤミコさん、こんな状況になったら、あなたならどうしますかっていうね、話なんですよ。もう一か八か泳いで脱出するとかするんじゃない？すげえパワーだな。どんぐらいの深さまで浸水したかによりますよね。生存率 10%。少年たちが洞窟の奥に閉じ込められた数日後、海軍主導のもと彼らの捜索活動が始まりました。プロのダイバーや救急救命の専門家が各国から集まり、少年たちを救い出そうと力を尽くしていたんです。しかしえりすぐりの専門家の力をもってしても救出作業は困難を要しました。くそ、やっぱりこの雨の中子供たちを救おうとするのは無謀だってことか。険しい洞窟でのダイビングは想像以上に酸素を消費します。その過酷さから捜索活動中に気を失ってしまうダイバーが続出し、ついには死者まで現れる事態となってしまったんです。ポンプを用いて洞窟内の水を排水する方法も試みられたんですが、降りしきる雨の中その作業もうまくいかず、結局捜索活動は何の進展もないまま1週間が過ぎてしまうんです。さすがにもう無理だろう。救助隊の見立てでは少年たちを洞窟から救い出せる可能性は高く見積もって 10%。 何より暗闇の中で1週間以上過ごすことを強いられた少年たちが正気でいられるとは到底思えませんでした。そのためこの頃になるとそうやって諦めの言葉を口にする救助隊員も少なくなかったんです。しかし
少年たちが洞窟に閉じ込められてから9日目の7月2日、この日のタイは数日ぶりに雨足が弱まり、タムルワン洞窟内の水位もいくらか下がっていた。必ず見つける。この機会を逃したらもう二度とチャンスはないぞ。そう考えを巡らせながら洞窟内を泳ぎ進んでいたのはイギリスから派遣されたダイバー。水位が下がったとはいえ、洞窟内の地形は険しく、常に危険がつきまとう。それでもダイバーは少年たちの元を目指し、一心に水中を進み続けていた。そしてある地点へ到達したタイミングで水面へ顔を出したダイバー。その瞬間、飛び込んできたその光景に彼は思わず言葉を失った。ダイバーがたどり着いたその岩場では、12人の少年たちが静かに瞑想をしていた。瞑想、こんな一大事に何してんの？僕らもプログラミングスクール時代やってましたね。瞑想。通ってたんですけど。効果あった。でもなんか今思うと悪くないかもね。思考が整理されるから。だから少年たちにとっては、こんな絶望的な状況の中でね、自分たちがパニックになったりとか、そういう風にならないように、瞑想してね、心を落ち着かせるっていう、ちょっとある種儀式的な意味合いもね、あったんじゃないかなと思います。早く動きなさいよって思うけどね。水没したタムルワン洞窟の中、待てど暮らせどやってこない救助に、少年たちは日増しに不安を募らせていきました。俺たち、子供は死んじゃうのかな？これだけ待っても助けが来ないんだ。もう一生出られないんだよ。ただ、そんな少年たちの様子を前に、次のように言い出す人物がいたんです。みんな、落ち着こう。座禅を組んで目をつむって、呼吸に集中して心を無にするんだ。そう言い放った男性は、エッカポル・ジャントモン。少年たちに同行していたサッカーのコーチでした。ジャントモンが少年たちに瞑想を促したのは、彼自身幼少期に瞑想で救われた経験があったから。ジャントモンは10歳の頃、家族全員を病気で失い、仏教の僧院に引き取られた悲しい過去の持ち主。その悲しみの日々を僧院で教わった瞑想を通じて乗り越えていたんです。洞窟の水位が下がるまで、僕らは少しだけ待たなければならない。その間余計な体力を使わないように、みんなで瞑想をしよう。ジャンタモンは少年たちの前で、少しだけ待たなければならないとポジティブな言葉を心がけ、閉じ込められたとは決して口にしませんでした。そして少年たちが恐怖に支配されるのを防ぐため、余計な考えを手放して呼吸に意識を集中させる瞑想を進めたんです。そんなジャンタモンに従う日々の中で、少年たちは次第に落ち着きを取り戻していきました。このようにして洞窟の壁を滴る水滴しか食料がないような状況でも、彼らは取り乱さずに助けを待つことができたんです。いや、これほんとすごいわね。なんか瞑想って最近でもないけど流行ってるじゃない。そうですね。でもなんかやっぱどこかしら怪しい感じの匂いのするものだから、まあ私もちょっと疑ってたんだけど、こういうの聞くとなんか信憑性も増す感じがするわね。僕も結構疑ってたんですよ、すごい。別になんかすげえ効果があるかっていうよりかは、どっちかというと自分の思考を整理したりとかっていう意味で、めっちゃ進められるかって言ったらどっちかわかんないですけど、悪くはなかったなっていうのがね、ありますよね、感想としては。発見時の少年たちは痩せ細ってはいたものの、その表情は生き生きしており、泣いたりわめいたりしている子は一人もいませんでした。中にはダイバーが持っていたカメラに向かってピースサインを掲げるような子もおり、少年たちの心理状態は非常に安定していたんです。少年たちはその後、一人ずつ鎮静剤で眠らされ、頭部に密閉マスクをつけた状態で洞窟の外へ運び出されました。こうして絶望的状況に立たされていた少年12人は、その全員が無事に救出されることに。絶望的状況において最も重要なのは平常心を保つこと。ウイトト族の子供たちは幼少期から身につけていたサバイバル術で、タイのサッカー少年たちはコーチに教わった瞑想で、それぞれ心の平穏を保つことができました。子供たちのそれらの行動には、僕ら大人も十分に学べる部分があるのではないでしょうか。